皆さん、おはこんにちは、こんばんは、リコです。今回もご視聴ありがとうございます。今回第2回目ということで、前回は、自己紹介と、ちょっとした小さな軽い自己紹介と私のチャンネルこれからどういうことをお話ししていくか、主に海外のこと、ワーキングホリデーのこと、留学、そうですね、全部ひっくるめて海外のことですねをお話をしていきますといったことを言いましたで、前回あんまりお話しできなかった、ファームのことをもう少し詳しくお話ししようと思います。でですね、まずどうやってファームの仕事を見つけるかっていうのに、一つは、一番これがありがたいし確実なお話なんですけれども、紹介をしていただくこと、お友達ですとか、伺ったのは結構オーストラリアに来て、どこか語学留学とかなさる方がもし行ったとしたら、もしかしたらそこでファーム経験者の方にお会いするかもしれないですよね。でそしたらそういう方から自分が行ったファームはこうだったよっていうのを聞いて、もしかしたら紹介していただけるかもしれないっていうのが、それが一番安全だし、実際にその、方が働いてらっしゃったら安全ですしっていうところだと思うんですね。で、2つ目、コントラクターの方に、お願いをすること。コントラクターのお仕事を紹介してらっしゃる方ですね。日本でいう派遣じゃないですけれども、人によってはファームの方とそのコントラクターの方が、提携という形で、紹介を人を募集して、で一気に何人この薪数欲しいんだよねっていうので、募集をかけていただいて、でそれで集まった人でやるっていうのが2つ目ですね。私の場合は、とってもありがたいことに紹介をしていただいたんですね。私の友人が一人オーストラリアに前に行ったことがあって、その方が知っている、お仕事を紹介している方、ファームのお仕事を紹介している方を、ご紹介していただいたので、ねそちらでですね、しっかりお仕事させていただけたんですけれども、私は一応そのお仕事を紹介してくださってる方に直接ではなくて、別のオフィスの方で、登録っていうことをするんですね。登録をして、そこから派遣していただいてるという形でお仕事させていただいていましたね。3つ目の方法は直接自分からファームの方に、出向いてお仕事があるかっていうのを聞きに行くっていうのですね。こちらはどうなんでしょう。私はしていないのでそれを何とも言えないんですけれども、そこはあとは皆さんのご自分の英語力とか、コミュニケーション能力にもよると思うんですね。でもそれができたら一番自分を売り込むアピールはできますよね。なのでそれは素晴らしいと思いますですね。あまり皆さんは言わないことだと思うんですけれども、あえて私はお話をしたいのが、その紹介をしてほしいっていうのにあれですよね。なんでじゃあどこでやったのかっていうのを言わないのかっていうと、結局ファームのお仕事やっぱり大変です。大変なので脱落者の方はすごく多いと伺いました。それは国籍とか関係なく、ファームの方にも直接それは伺ったんですけれども、結局その1日とか2日3日もしくは1週間以内にもう耐えられなくって辞めてっちゃう人とかが、そのノーティスも出さずに、ノーティスって要するに何日で辞めますとか、そういうなんていうんですかね、日本語でお知らせ、報告がないままいきなり辞める方もやっぱりいらっしゃるそうなんですね。でそういうのを伺ってると、やっぱり紹介、その生半可な気持ちでここ良かったよってあんまり言えないですよね。なので多分私が見た限りでは
うですかね、どこどこなんかどこの土地でお仕事をしてたっていうことは言っても、ここのカンパニー、ここの会社で、ここの農場で働いてましたっていう方はあまりいらっしゃらないと思うんですね。でそちらがよろしければよろしいほどあまり情報は出さないと思います。やっぱり紹介する側の責任もありますし、だから難しいところなのかな、紹介っていうのは。前回の動画でも少しお話ししましたけれども、お仕事は何でも大変っていう気持ちでやれば、あとはもう楽しいと思います気の持ちようです。もうタフな分すごく感謝の気持ちが生まれると思うんですね。こんな大変な思いして農家の方ってお野菜ですとか果物とかを育てて売ってるんだっていう、まず食べ物に対する感謝と農家の方に対する感謝と、自分がどれだけ恵まれていたかっていうのがすごく分かる瞬間になると思うんですね。それはすごく大事なことだと思ったので、私はすごく感謝しています。もう一つ気をつけること、ファームのお仕事で、いいお話と悪いお話、多分調べていらっしゃる方は聞いてると思うんですけれども、場所によってはやっぱりなんていうんですか、外国人をうまく使おうみたいな、そういうところが、あるというのは伺ったので、前回も言ったんですけれども、事前準備っていうのはそれは英語もしっかりですね、英語力もしっかりで、正しい情報を得ることもしっかりですね。もし英語力も普通にって言ったらおかしいな、コミュニケーション取れるよっていうレベルがある方でしたら、直接お電話とかをして聞いてみてもいいかもしれませんね。あとは、セカンド、2年目のビザを、欲しい方が欲しい方に、とても大切なのが、ファームでお仕事をすればどこでもいいっていうわけではないんですね。なのでそこのファームがちゃんとそのセカンドの2年目のビザにつながるところなのかそうでないのかっていうのを一番最初にはっきりしておいた方がいいと思います。それを関係ない方、別に2年はいらないよとか、もう取ってるよっていう方はいいと思うんですけれども、初めての方は特にそこはすごく重要なところだと思うので、きっちりオーナーの方もしくはボスの方に、相談をして確認をすることが大事です。あとは、お給料のお話ですね。お給料は、歩合制のところと、あと時給のところがございますですね。なのでそちらもきっちり、確認しておきたいところですよね。であとは例えば歩合制でしたら、何本とか何個とか何グラムとか、そういう何グラムにつきいくら、何本につきいくらっていう数え方をすると思うんですけれども、歩合制なのであればご自分でどれぐらいやったかっていうのは数えておいた方がいいです。というのは後でペイスリップ、お給料をいただいた時に数が全く違うってことが結構あったんですね。で、私の周りの方が特に多くてなんだこれはってなっていたので、自分がどれぐらいやったのかっていうのを把握、モチベーションにもつながりますよね。今日自分これだけやったから明日はもうちょっとやってみようとか、そういった風につながれると思うので、そちらも、ちょっと頭の隅っこに置いておくといいかもしれないです。今日は、これぐらいにしておこうと思います。またぜひご意見ですとかご質問とかあったらぜひコメント欄に、書いてください。では、今日もご視聴ありがとうございました。皆さんが素敵な一日を送れますように。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイ。